今回は MP47 のパート1です。またしても出遅れた新技術。MP47 が走り出す前に開幕戦と第2戦までは MP46B が走りました。それで迎えた開幕戦でウィリアムズに惨敗したわけですが、ウィリアムズだけじゃなくてベネトンに対してもマクラーレンは非常に苦労することになりました。どうしてそういう事態になってしまったのかを紹介したいと思います。まず、ロン・デニスさんのインタビューです。これは91年が終わった時点でのインタビューです。91年には誰もが努力を惜しまず頑張ってきた。だが、その中でも特にホンダ側の努力は特筆すべきものがあったし、この苦労は必ず92年に報われるはずだ。僕の予想では、第一戦から独走体制となるだろうね。91年の終盤、日本グランプリでマクラーレンは速さを取り戻してウィリアムズを抑え込んでチャンピオンを無事に取りましたので、こういった発言になっていると思います。確かにホンダ側の努力は特筆すべきものだったし、来年も報われるはずだと。で、第一戦から独走になると。91年最後のマクラーレンの強さからしたら、こう言いたくなるのも不思議ではないんですけども、そんなにうまくいくんでしょうか。開幕は MP46B で挑む。P47 のエンジン開発の遅れから走り込みができておらず、旧型の改良版で挑んだマクラーレン。勝負になると見込んでいたのだが、MP47 のエンジンの開発が遅れていたせいで、全体的な開発が遅れていたようです。なので、チームとしては、ヨーロッパラウンドまでは MP46B で行こうという作戦を立ててたようです。それでも十分に戦えると見込んでたんでしょうね。で、実際に開幕してどうかなんですけど、開幕戦南アフリカグランプリ。セナはウィリアムズ2台に離されて3位。ベルガーはレース開始早々、燃費がマイナス表示。シューマッハに離され5位。前年の勢いはどこに？しかも燃費に悩まされる理由とは？開幕戦ウィリアムズの2台が圧倒的な速さで逃げていきました。もちろんアクティブサスの効果が抜群だったわけですけども、それにしてもマクラーレンは弱かったです。セナはなんとか3位に入りましたけど、ベルガーはシューマッハに置いていかれて、その後燃費に苦しみながら5位と。これ次のメキシコグランプリも同じような感じですね。セナはリタイアしちゃって、ベルガーはシューマッハに置いていかれて、ブランドルとの戦いに非常に苦しんでいました。これベネトンの車も去年の車ですよね。タイヤがピレリからグッドイヤーに変わったぐらいで、ベネトンにそんなに苦戦する理由はないはずなんですけど、なんでこんなに弱くなってしまったのか。ウィリアムズが強烈に速いにしても、他のチームに対してまで苦戦してしまっているということは、相対的な戦力はマクラーレンこれ大幅に落ちてますよね。大きな原因はこれみたいですね。92年燃料規制、有煙禁止、オクタン化制限、102から100、エンジンオクタン化、92から90、酸素の比率、2から2.5%、燃料の比重、0.70から0.79に制限。これ覚えておいていただきたいのは一番最後のとこだけです。燃料の比重 0.7 から 0.79 ってことなんですけど、要するに前年に比べて燃料の比重が下げられたようなんですね。これが大きな影響を与えていたそうです。はい。ここからは F1 グランプリ特集の記事を参考にしてます。ベルナール・デュドは燃料が昨年以上に大きなファクターになると考えていた。冬の間にエルフ、モービル、アジップは新しい燃料規制に対応すべく様々な試行錯誤を重ね、彼らは明らかにシェルを上回った。ルノーのベルナール・デュドさんは、92年の新しい燃料規制によって、ガソリンがもっと重要になると考えたんですね。なので、ルノーは当然エルフとやってますから、エルフと一緒に新しいガソリンを作って、で、先ほどベネトンが速くなったっていうのはモービルですね。モービルも新しいガソリンを準備したと。で、アジップはフェラーリですけど、フェラーリはね、ちょっと成績が不安定なんで、アジップも本当にガソリンが良くなったのかよくわかんないんですが、何しろこの記事からすると、みんな揃ってシェルを上回ったということのようです。キャラミで見せた各マシンのスピードと加速の様子から、ホンダが昨年終盤に築いたアドバンテージを失ったことは明らかだった。改良したエンジンと新しい燃料は高地に対応できず、パワーも燃費もダウンするばかりだった。開幕戦にウィリアムズで負けたのはアクティブサスペンションの話だけじゃないんですね。エンジンでも大幅に負けていたようです。でですね、高地に対応できずと言ってるのは、この開幕戦
キャラミサーキットは非常に標高が高いところにあります。で、次のメキシコグランプリもブラジルグランプリも標高が高いので、92年開幕ダッシュを決めるには、この標高の高い3レースで性能を発揮して勝つということが大事だったようです。それにマクラーレンホンダは対応できなかったので、パワーもなくて燃費もダウンしていたと。なので、パワーでも置いていかれて、燃費にも苦労しながら走ることになってしまったということのようです。シェルが昨年比重の重い物質を燃料に混ぜていたことはよく知られている。ところがそれが禁止されてしまった。新レギュレーションでの最適な燃料の混合比率をシェルは見つけられずにいた。MP46 の動画で紹介しましたが、シーズン途中でマクラーレンホンダはようやくシェルにスペシャルガソリンを作ってもらって、エンジンのパワーアップを進めていきました。ですけど、その昨年作った比重の重い物質を混ぜたというものは使えなくなってしまったんですが、それに代わるものを準備できなかったってことですね。だけど、他のガソリンメーカーはちゃんと準備していたと。もちろんこれ、シーズンが進むにつれて、このパワー不足は解消されていくようなんですけども、開幕ダッシュに失敗したという意味では大きいですよね。ルノーは92年開幕からブラジルまで3レース標高の高いサーキットが続くことを見越して、高地対策を施した RS3C エンジン投入、ガソリンも新規定に合わせたもの、前年同様、新技術でまたしても出遅れたマクラーレンホンダ、MP47 の投入を急ぐことになる。ルノーとエルフはきちんと標高の高い3レースに合わせてエンジンとガソリンを準備してきました。ただ単にアクティブサスによって速いだけじゃなくて、エンジンもガソリンもきちんと準備してたんですね。なので、あそこまでウィリアムズが速かったわけです。で、前年同様とここで私書いたのが、91年マクラーレンはセナのドライブによって開幕4連勝しますけども、技術的な内容ではライバルに大幅に遅れてました。なので、92年も開幕でライバルに対して技術で遅れを取るという意味では、全く同じことを繰り返してしまったわけですよね。で、この出遅れによってヨーロッパラウンドから投入予定だった MP47 は、ドタバタとブラジルグランプリに持ってくることになります。はい。これが MP47 が走り出すまでの MP46B の話です。この出遅れが MP47 の走り出しにもちろん影響してますので、非常に重要な内容なので、今回紹介させていただきました。